もうずっと料理ですね。16ですね。1000円握ってお腹いっぱいになったらええない思いがあって、ランチは毎日おかわり自由ですね。5杯食べても800円です。毎度いらっしゃい。今日ランチカツ丼ですね。カツ丼はい。はいどうぞ。毎度ありがとうございます。はいどうぞ。ランチ今日カツ丼ですね。カツ丼やったら早いですからね。今日ランチカツ丼食べ放題ですね。毎日食べ放題です。はい。はいよ。大行くよ。3つ。はい、ありがとうございます。またお願いします。全部おかわり自由なんで。とんかつも何枚食べても800円。はい、とんかつおかわり。はい。とんかつ切りたて柔らかい。うまい。じゃあまた。ありがとうございます。ごちそうさん。800円食べ放題いうのはしたかったことですね。はい、すみません、お待たせしました。はい、お願いします。今日カツ丼なんで、カツ丼の丼出しですね、これ。取ってからパン粉切ってつけるですね。注文取ってから。パン粉はもう生パン粉しか使わないですね、多分うちのとこは。生のパン粉。これで揚げた方がなんか美味しいんですよね。柔らかくなるんですよ。始まっとった。始まっとった。誰持っていけない。OK。もうずっと料理ですね。
16ですね。何店舗かこう修行してお寿司屋さん行ったんです。であとはもう和食、ずっと和食ですね。はい。そしてまあ食べる時に刺身なんかね、お金が張るやないですか。1000円握ってお腹いっぱいになったらええない思いがあって食堂こういうスタイルになったんですね。ランチでも1000円以内で自分も食べれなかったんでお金なかったんでいいかなと思っておかわり自由もでも食べ物屋さんでそういう意味時間ねでやりだしたんですね。ランチは毎日おかわり自由ですね。5杯食べても800円です。いっぱい食べても800円です。今日はカツ丼ですけどね。でハマチの刺身定食の時もハマチもおかわり自由。ずっとはい6年間500円でやったんですけどちょっと300円値上げしておかわり自由800円です。食べられる人は結構食べますよ。8年目ですかね今年で。平日は大体食事のサラリーマンさんもう一気に来て一気に行くからね12時から13時までの休憩時間の中で食べるんで5分かなぐらいではもう提供しますけどね。土日はお酒飲む人の方が多いかもしれません。ここで昼から。中古馬場のどこら辺？ライオン通りどっち？日産の隣でカラオケです。あ、もうあれ。いいだろう。ここへ来るお客さんはみんな姉ちゃんに不安が多い。兄ちゃんと取れた。ラーメン OK。はいよ。と割れるけん。ビールの当て代わりにラーメ予定があるんですか？ン。予定隣。お二人で。鶏スープですね。今日はどうしてお店に来られたんですか？どっか美味しい定食屋さんがないかな。美味しいけど。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、毎度ありがとうございます。
はいよ。いいよ、お待たせですね。この間、いらっしゃい。はいよ、ランチ行きます。はい、どうぞ、いらっしゃい。今日ランチカツ丼っすね。カツ丼、はい。はい、どうぞ。毎度ありがとうございます。はいよ。はい。はい、いらっしゃい。どうぞ。毎度。カツ丼発見。はいよ。はい、ありがとうございます。どうぞいらっしゃい。はい、どうぞ。ランチ今日カツ丼っすね。カツ丼やったら早いですからね。今日ランチカツ丼食べ放題ですね。毎日食べ放題です。はい。ああ。ここはいよ。はい、いらっしゃい。ちょっといっぱいですね。はい、カツ丼。いいよ。いいよ。生姜1個置いとくね。大いくよ。はいよ、カツ丼の大。はいよ。カツ丼3つ。大と小があります。大と小。はいよ。ありがとうございます。カレーライス。カレーライス。
これはオリーブ地鶏。水足しとんや、それ汁がなくなったらもう全部ね終わりそうやな。はいよ。おかわり。ここいいですか。はい、どうぞ。はい、お尻がにカツ丼。はい、すいません。はい、めちゃくちゃうまい。看板切っとって全部なくなった米が。仕事の時はな、もちろんな。休みの時はこれ。休み用で。はい、ありがとうございます。またお願いします。はい、カツ丼一丁。3番。これが来期ショーな。失礼します。すいません。卵もなくなったし、だしもなくなって、カツ丼もできないんで、とんかつ単品、これも800円に入ってます。全部おかわり自由なんで、とんかつも何枚食べても800円。はい、とんかつおかわり。800円で食べ放題いうのはしたかったことですね。そういうのもこうやって来てくれる人がおるんで、ここだけはやっていこうかなと思ってますね。普通のことを普通にやっていけたらいいかなと思ってますね。特別なことにもしてないですよね。普通に作ってるだけなんで、楽しい会話したりが一番かなって思ってますけどね。じゃあまた。ありがとうございます。コットさん。おです。はい、大丈夫。いらっしゃいませ。お願いします。はい。タイムです。細めのしなやかな麺で相変わらず美味しいです。ありがとうございます。お願いします。お願いします。釜玉です。美味しいです。いらっしゃいませ。どうも。ありがとうございます。ありがとうございます。
儲かってるって聞いた時もあるわ。調味料あるじゃないですか。はいはい。が下で固まってる時があるので、直接叩いてます。ちょっと味は色もつけていかないですか。もう終わり。米のとじ汁で。そうですそうです。カレーと一緒ですかね。入れてすぐのやつより炊いて時間が経ったやつの方が味が染みて美味しいです。
おにぎりとバーって並べてセルフで取ってもらってます。できた。見えてきましたよ。うどん振って、でうどんの上にその霞が出てたらしい入れる。できます。
エビのかき揚げと野菜のかき揚げで分けてます。野菜は4種類ですね。かぼちゃ、さつまいも、三つ葉、玉ねぎです。もう先にこうやって一つずつそうそうやってないとやっぱり時間かかるんで、これすごいいっぱい通ってくるんで、ちゃんぽん。いただくわ。はい、こっちに出来上がって。じゃあね。じゃあね。じゃあね。
はい、ちゃんぽんです。大丈夫？はい、タイム。はい。ます。はい。お願いします。900円です。半分もいきます。ありがとうございます。900円いきます。900円です。お願いします。はい。はい、肉ぶっかけです。はい。はい、生醤油ホットです。いらっしゃいませ。10分ぐらい我慢です。はい。タイムです。はい、ぶっかけ中です。はい、ありがとうございます。ぶっかけ冷や中です。はい。お願いします。肉です。はい、混ぜ麺です。わかりました。ちゃんぽん OK です。はい、ちゃんぽんです。待ちけど揚げちゃいますよ。一名さんお電話です。ご注文の冷や天になります。どうぞ。はい、失礼します。はい、じゃあぶっかけ入れします。
願いします。オンヒアないです。シャツお時間ね。ジャンプです。お願いします。はい、ジャンボ。このかけ焼き屋で2軒。されていきます。はい、ちゃんぽん。ちゃんぽんに。ちょっと教えていただいていいですか。ございます。ぶっかけ冷やです。と生醤油冷やです。かけホット中お時間 OK です。じゃあ、見ていきます。はい、タイムです。ちょっとお願いね。ありがとうございます。おはようございます。はい、かける中ね。はい。かけホット中。いらっしゃいませ。お願いします。はい。お願いします。ちゃんぽん大。さあ。話していい？ちょっとそこ行くね。お願いします。きつねです。勝負。はい、じゃあ釜揚げてください。なし。お願いします。はい、お待たせして釜揚げの台ですね。はい、行きます。うどん大好きなんで全部で200件ぐらい待ってますね、その中の1店舗で、お味はいかがですか？もう相変わらず美味しいです。細めのしなやかな麺で美味しいですよね。お茶。失礼いたします。いいですか。行っちゃって。はい。はい、これぶっかけ冷やです。はい、すぐ帰ってきて。はい、行きます。はい、肉ぶっかけホットでお願いします。お時間 OK です。これで終わりね。上から、お真ん中、お。どっちでもいいね。はい。はい、オンホットです。2名様お団子です。まだこれスペシャル。さあ。はい、誰です。はい、つけ麺ホット。本気冷やして。混ぜ麺。はい。ダブル。もうちょっと待ってください。もうちょっと待って。はい。はい。混ぜ麺も。はい。じゃあ2ついきます。先。でこっちのが。こちらかな。混ぜ麺が。さつま
ださいね。弟さんの作るうどんはいかがですか？あいつが作ったうどんってコシがあるよね。うまい。ガンと冷やってるっていう天ぷらが乗ったやつと冷たいのとあったかいのにしてもらいます。コシがあって美味しいです。長天と豆腐と卵。周さんはこのパターンですね。はい。冷や大。はい。冷天台です。はい。はい。お店にはよく来られるんですか？そうですね。週に3回は。今日冷や天です。麺がつるっとして喉越しがいいんで、天ぷらも美味しいし、揚げたてで。お願いします。釜玉です。はい、お待たせしました。釜玉になります。遅くなってごめんなさいね。香川の讃岐うどん、お味いかがですか？美味しいです。はい、失礼いたします。ちゃんぽんです。熱いから気をつけてお召し上がりください。1番さんお願いします。高松の締めといえば鶴丸ですから、ここ来たらカレーうどんめちゃめちゃうまい。美味しいよ。うまい。ここは絶対ここじゃないとっていう。オンリーワンです。営業が2時までやから5時ぐらいに寝るからさ、10時ぐらいに今の時間に起きて、普段は私がさっき出したいんで、まあ、4時ぐらいからこの息子がうどんを熱して大丈夫。ほんで今から入れよう。これは削り干し。カツオ入ってるのはサバウルメメジか。この状態で何分ぐらい？だって色味もできるけん、時間でなくって飲んでみたらな味でな分かるから、まあ黄色くなるんですかね、色々
みりんがちょっと、お酒少々ね。まあ昔のうどんともいりこだけだったけどの、書いてるな、量の問題よ。ある程度入れんかったな。昭和56年開業して今で43年目ですか。高校出て会社約15年勤めて、そばとか喫茶とかね、いろいろ考えたんやけど、まあうどんがええかな思って、他にもあんまりなかったし、昔は7時からもう朝の5時までやってたんですよ。朝の5時までやる。最初昼と夜しょったんやけど、昼間あんまりお客さんおらんから昼やめて、大体2時でも閉めてます。お米はこだわって、はい、こだわってます。キロ6000円超えばっかり。10キロ6000円ですか？うん、6000円超えてる。一日こんだけしか作らんけど、美味しいおにぎりを食べてもらいたい。量よく売るんじゃないから、これで終わり、売れたら終わりで。早い時間で全部夏になる時もあるし、おにぎり食べに来る米屋さんが。この米でおにぎりとか食べてみたいとか言って。牛すじとおにぎりはお得かなと思うよ。コスパがもう崩壊しとる。食材はね、やっぱりお金かけて小麦粉でも一番高い小麦粉作ってるから。晩なんでお昼やったらね、昼はね値段が安いからやっぱり安い材料使うようになるけどね。ありがとうございます。
うどん屋さんとかはやってないんですか？だから他の仕事とかしてたんですけど、よくわからんことだらけでして、そこからずっと教わってますけど。ここはあるやん。こんな二口分コンロをこの方が炊けるのが早いんです。はい。ありがとう。はい。真ん中で。よかったんや。に合宿免許行ってき相手が大きいとこだった香川でしとんやと思ってそうなんや。手が続いているので危険です。あ、注文お願いします。大根が柔らかくなったら抜けるんですよ、串から。なんでこれで止めてます。ストッパーみたいな。財布が違うのは分かる。仲いいね。
ボットが握る時代やけん、あれはあれの良さがあるけどね。機械で納豆作るように全く同じ処理作ったんだからな、変化がない。人間の食べる人の味も舌も味も変わるやんな。それがやっぱりな、機械ではできない良さがね。It's very good. It's美味しい。はい。誰でもできることは
2番さんです。はい。牛しゃぶカレーになります。お願いします。お店には初めて来られたんですか？初めてです。今日は2つ目です。昨日で美味しかったです。はい。3番さんです。岡本君が並んだらちょっとそれでいい。ほら、あれ何やってる？おにぎり。あった。もうわしも分かったもんね。これは。出てるからね。長いよね。30分ぐらい休憩行こうか。そうです、そうだ。この間これでお店にはよく来られるんですか？ここはしよきともう長いよな。徳島から来よう。20代から来よう。今日は何を頼まれたんですか？ここ来たらカレーうどんじゃん。みんな大概だろ。お味はいかがですか？めちゃめちゃうまい。美味しいよ。だから来るのよ。足運ぶ。普段うどん打つとき何を考えられてるんですか？美味しくなれ、美味しくなれ。2番さんお願いします。おいしい。
美味しいです。旅行で神奈川からなんかもちもちで星がすごいあるなって。サラサラで食べやすいかも。夜でも食べやすいな。3番さんお願いします。3番さんです。バンさんお願いします。カレーうどんにこうエビ天と卵、両方なんだけど、昨日来て美味しかったなかった。美味しかったです。ビールをうまく飲む何軒目ですか？1、2、3軒目です。何を頼まれたんですか？カレーうどん。最高です。最高。めちゃめちゃうまい。最高や。締めやからな。あそこに行ったら。1番さんお願いします。うどんのお味はいかがですか？うまいです。まあ、本当に美味しかったですね。僕はね、
九州は佐賀から来たんです。大将のご紹介で。県外の人が来たらアフターナイトみたいなんでね、やっぱり高松を楽しんでいただくのにちょうどいいという。それで下でちゃんと作ってらっしゃるじゃないですか。間違いがないという、そのご紹介しても美味しいっていうところです。俺もない。これね、割とニコニコ、普段ニコニコする人です4番さんお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。何軒目ですか？3軒目です。高松の締めといえば鶴丸ですから。黄色の物体ちゃんです。人おらんけどもう場所覚えとるけん大丈夫やろ。美味しかったですか？はい、美味しいです。鮭の鯛卵入りです。すいません。こちら山かけの冷やの鯛ですね。今日は旅行で。そうです。全然違う。こっちの方がやっぱこっちの方がうまいぞ。マイクで。はい。恥ずかしいですね。にどう牛しゃぶください。結構長く通われてるんですか？私は10年ぐらい、彼とはもう20年ぐらい友達でほっくりする味だからいいと思う。帰省してここここは絶対ここじゃないとっていう。オンリーワンです。みんなね来てほしいね。うどん何食べる？
お店の成り立ちについてお伺いしたいんですけど。自分のお父さんとお母さんが店をしてて2代目なんですけど、お店ができたのは53年かな。もともとはここじゃなくて真っ先の方に小さいですねしよったんですけどね、もうこっちに来て35年ぐらいなんで。山岡さんが代替わりされたのは何年前ぐらい？15年前だと思います。見分ける基準とか。脂身が結構硬くてしっかりしとるとか、ツヤですかね、赤っぽくってみずみずしい感じの。ですね。これが200g の特製ダブルとんかつのお肉。本当にもう食べた時に歯ごたえも大事なんやけど、この歯ごたえがないぐらい美味しいと思います。これはダブルとんかつ。150g。もったいないけどここも取って、この状態にしてとんかつにする方が美味しくできるかなとは思うんですけどね。この筋を取らないとやっぱりとんかつ揚げた時にすごく曲がってくるんで。片栗粉ですか？片栗粉です。さっき合わせたタレを。焼きそばの肉です。とんかつのお肉って考えたら贅沢ですそうね。なんですよ。だから美味しいんですよ。シューマイとかメンチカツは全部新鮮なんで、ヒレも入ってますしね。
お店にはどのくらいの頻度で来られるんですか？なんか夢と美味しかったから、だからまた来たいな思って。お父さん、カツ丼のお味はいかがですか？美味しいです。お店はもうお気に入りですか？はい、気に入ってます。また来たいと思ってます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お願いします。お待たせしました。とんかつ定食です。シューマイ待って蒸し上がりました。お待ちしますね。こちら失礼します。いらっしゃいませ。1番さん、カツ丼2です。はい。
ダブル。お店の気に入ってるところはありますか？とんかつですね。美味しい。美味しいですね。はい。いらっしゃいませ。今回でもいいですか？いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。2名様、空いてるお席どうぞ。お願いします。終わりです。お店にはよく来られたんですか？仕事で来た時にたまに寄らせてもらえる。美味しかったんで、来た時はお昼時間が合えばみたいな。お気に入りのメニューとかで出しますか？ダブルのやつ。普通のランチ800円で安いんで美味しいです。お店にはお二人でよく来られるんですか？何年ぐらい通われてるんですか？店主さんがまだ先代の。あ、そうです。先代のお父さん。お店の好きなところとかありますか？今日のお味はいかがでした？
うまかったよ。何でしたっけ、そのままなんかお願いします。料理の道に進むっていうのはもう最初から結構決まって、小学校の時にはもうするって言ったから、卒業文集の将来の夢にもとんかつ屋さんって書いてるし、こうお店を継ぎたいというかきっかけとかあったんですか？でやっぱ親がしよるに自分もせないかんかなっていう、それが当たり前やと思ってしてきたかなとは思うけど。お店にはよく来られるんですか？週1回ぐらい。うまくて安い。何がお気に入りですか？とんかつ定食。今日のとんかつ定食お味は？はい。いや、変わらんない。いつもとね。はい。お願いします。お願いします。お待たせしました。ありがとうございました。いらっしゃいませ。お願いします。
はい。ビールも瓶じゃなくて生の飲んでほしいけどな。一番最初に大体の人お酒飲む人はビール飲むし、美味しいビールを飲んでほしいな、やっぱり。とんかつ定食。ご注文お揃いですか？はい。お箸そちらからどうぞ。とんかつお味はいかがですか？めちゃくちゃ美味しいです。お店にはよく来られるんですか？僕ら大阪なんで出張で来てるの初めて来ました。サクサクで美味しいです。サクサクで脂っこくもなくて美味しいです。おすすめのメニューは？よく出るのはやっぱりとんかつ定食とかカツ丼とかシューマイとか。おすすめはやっぱりでもダブルとんかつとか特製ダブルとかの大きいとんかつがいいですかね、やっぱり。冷たい水で煮ても大して熟成しにくいというか、だから4種類混ぜてます今。
一度にはうまいこと混ざってないのも上と下で分けて混ぜてる感じになる。手打ちにこだわる理由とかあるんですか？なんかまあ香川県のなんかそういういい文化で廃れていってるんで、誰もやらなさそうなんで自分が受け継ぎたいっていうぐらいの感じですかね。中途半端手打ちにするぐらいだったらもう全部した方が、単純にもうこう手で切ったりとかそれを見るのが楽しかったんで、もうなんかシンプルにかっこいいっていうところからはいやってます。これは折りたたんでできたそうですね。こっちの方が分かりやすいですね。おはようございます。どうぞお入りください。
でセルフサービスですので、天ぷらがもしありましたらこちらお会計できますので、ご自由で取ってください。券をお取りください。食券出ましたらこちらにお願いします。はい、お待たせしました。好きなやつどうぞ。ゆっくりどうぞ。はい、お待たせしました。ありがとうございます。仕事前に来られてるんですか？朝うどんでパワーつけてで仕事へ行くという。はい。あ、5時からショール言うて。朝人それ盛り上がった。もっと24歳ぐらいまで。はい、お待たせしました。味変の胡椒です。うまい。まあまあそうですね。はい、お待たせしました。下の方から持ってくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。だしがすごく好みで、あとうどんの麺の感じも好きで、天ぷらもどれを食べても美味しくて、特に鶏天が美味しいです。2日3日ぐらい置いて味を染み込ませて出してます。休みの前とかだと12キロとか多くて16キロとかやりますね。塩麹作ってるんですか？塩麹もはい、炊飯器で。はい、お待たせしました。週に2回ぐらい普通のかけうどん朝ごはんの時は美味しいよ、ここのだしは。持ってたってブランド。
大変お待たせしました。よろしくお願いします。ごちそうさまでした。いりこですね。いりこ途中で胡椒かけて食べるのをおすすめしてます。ペースト状のあれは何なんですか？あれがいりこなんですよ。あれがいりこなんですか？はい、いりこを粉砕してオイルで一回熱して香り出しをしてるので。肉のショーになります。OK、どうぞ。美味しいですね。びっくりしました。麺つるつる。プリンプリンしてるし、今までにないなんか、変だけどスイーツのような食感もあっていい意味でのうどんっていうハテナになるような、もうびっくりしました。本場の讃岐うどんって感じ。発見中です。はい、すいません。手のもらいますね。どうぞかけの中ですね。ありがとうございます。醤油をつけて、醤油がいいんですよ。漬物って食べるとまた美味しいんですよ。僕はこんなやり方なんで、大きかったら食べにくいから、こんまいが食べやすいじゃん。トマト醤油。はい、醤油がまた美味しいんですよ。券をお取りください。ありがとうございます。のり玉いきます。はい。番号からお願いします。ありがとうございます。のり玉のショーになります。ごゆっくりどうぞ。海苔すごい量ですね。あんなに入れるんですか？中やったらめっちゃ多いですね。よろしければ発見ボタンを押して。はい、1000円が。お
あと両サイドがやっぱり分厚くなりがちなんですよね。真ん中の方が伸びやすいんで、茹でる時に両サイドが分厚かったら重さでこう引っ張られていって真ん中が薄くなりやすいんで。ありがとうございます。ありがとうございました。そうですね。じゃあ俺とイブはちょっと行きますからね。はい、すいません。はい。ゆっくりどうぞ。はい、すみません、もう一つですね、お待たせしました。オッケー。ありがとうございます。めっちゃうまいです。ぶっかけしょう。炙りのショーになります。こちら側をお待ちください。3玉です。めっちゃうまい。めっちゃうまいです。ありがとうございます。これお店を始められたきっかけは外国頃のこれやってで船やめてさあ何しましょうかってなってこれしだした中華のチェーン店が船やめてそこに就職してそこから独立した
この包丁は結構長く使われてるんですか？ああ、何十年も使うとってこれも4万ぐらいするんですよ。膨らんどるけん、こうのちょっとのこの真ん中だいぶ減ったな。包丁が切れんと鶏の皮ってなかなか切れんのよ。ぐにゃぐにゃしとるけどさ、切りにくい。唐揚げは人気のメニューですか？うちの場合この定食につけてるからさ、結構定食出るけんそれで結構消費するな。メニューを見てたら、大中小って3サイズあるかなと思うんですけど、小がこれに普通1杯、これ大はこれが2つ、中が1つ半つ、大が3つ。ラーメンは1玉ずつ増えている。そうそう。ラーメンでうちほら学生とかサラリーマン結構食うけんな。だけど若い人多いよな。代替わりされたのは大体いつ頃？7、8年になるんかな。もともと継ぐこともいや、そうでしたかったな。想定してなかったけど、お客さんも来てくれるし、こうやって手伝いながら取ったらいいんちゃうかみたいな。1日ちょっとあるかなぐらい。まあ、大体1日分。さっきこれが昨日仕込んだったやつで衣つけて今日使うみたいな感じですかね。
そういう調味料の会社。椅子の足まで毎日掃除されるんですか？一応何しないとね、中華だからね、油っぽくなるんですよ。いらっしゃいませ。焼き飯大。唐揚げ、天飯、小、中段、中、焼き飯。ラーメン中、満腹餃子1人前。天飯。
こ
しい。もう何年なのやから20年30年になるんちゃう。お客さんがいつもいっぱいでな、車を止められる時だけしか来れんね。よく頼まれるメニューとかってあったりされますか？夏はね、冬だったらああいう定食でおいしいですよ。名前の通りね、量が多い、満腹感を得られます。味が私の場合一番合ってるのかな。冷麺はもうあちこちで食べるけど、ここが一番いい。
大腸車よくお店には来られるんですか？ちょくちょく。安くて多くて、味も良くて、でも全ていいです。大事やけんね。も行くし、お持ち帰りもしてます。この満腹亭は量も多くて安くてとても美味しいからです。
です。シンプルに味が美味しいし、量も多いんで安い。ホイコーローのせるやつと天津麺です。お米に合うおかずいっぱい出してくれてお腹いっぱい食えるのでいいかなと思います。
何用の？もう全般。豚もも焼き、何でも使う。チャーシューとか。焼きそばの生姜1つ。五目焼きそばの生姜1つ。です。五目焼きそば。注文をすべてさばいて大変じゃないですか？中学高校やから鍋握っとるけどな、もう親父が年やけどな、あんまり体が動かんけん、夜よりかはその大変じゃないんで。お店を清潔に保つのは